はい、皆さんこんにちは、ショウです。もうね、オーストラリアもね、9月に入りました。やっとね、半袖が着れてます。でね、今回の企画というか、トークテーマですね、は、9月といえば夏ですよね。で、夏といえば、そう、就活ですよね。はい、そうなんです。就活についてね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。でも、僕のチャンネルでただ就活についてお話ししても、なんでってなると思うんで、留学とね、就活を掛け合わせてね、ちょっとお話ししていこうかと思うんですけれども、タイトルとしては、留学って就活に有利なの不利なのっていうところをお話ししていこうかなと思います。僕の動画ね、見てる人の中には、大学生の方も結構いらっしゃると思うんですけど、もう大学3年生、4年生の人たちは、もうね、就活を考え始める時期かなと思うんで、もう4年生だったらね、もう結構ね、面接ってもうがっつり就活っていう風になってると思うんですけど、大学3年生でね、これから将来どうしようって考え始める時期もあるんじゃないかなと思ってこの動画を回してます。これからね、就活っていうところで、そのタイミングで留学にやっぱり行きたいな、でもどうしようかなって思ってる人であったり、留学ってそもそも就活に有利に働くのかであったり、就活のためにね、やっぱり英語を話した方がいいのかなって悩んでる人もいると思うんで、そういう人たちのためにね、今回はね、就活についてお話ししていこうかなと思います。この動画をね、最後まで見ていただければ、就活のためにどんな留学をしたらいいのかであったり、どういうことが大事なのか、どういったところを企業さんたちは見てるのかってところが分かると思うので、最後まで見ていただければと思います。それでは早速行っていきましょう。はい、まずね、結論ファーストでね、もう言っちゃいます。留学って就活に有利なのかどうかですね。これはですね、有利でも不利でもないっていうところが正直な感想です。これね、あらかじめ言っておくと個人的な意見なんで、実際はどうかっていうところは確信はないです。僕はね、学生時代に1年間アメリカの方に留学行って帰ってきた後に就活をね、実際にして商社という業界に入ったんですけど、そういった経験を踏まえて個人的な意見として聞いてもらえればと思います。で、留学っていうのは有利でも不利でもない、これはね、結構紛らわしい言い方かなと思うんで、ちょっと詳しく説明していこうと思うんですけど、企業さんたちは留学っていう事態にはそこまで価値は置いてないんですよ。これどういうことかっていうと、留学っていう事実よりも留学でどんな経験をしたかっていうところを見てます。あなたがどんな挑戦をしてどんな困難があってどういう風に乗り越えていったかっていうところを見てるわけですね。で、そのやり方であったりバイタリティってところが社風にね合ってるかどうかで採用するかどうかっていう判断基準になってきます。なのでね、留学っていうよりかは留学でどんなことをしたかが一番ね重要になってきます。これね、分かってるか分かってないかで、就活を考えて留学をしてる人は結構ね行動が変わってくるんじゃないかなと思います。一番ね、勘違いしてほしくないのは、留学って就活に不利なんでしょ、英語話せれば就活に有利なんでしょ。確かにね、英語を話せるのと話せないのとでは英語を話せる方がそれはいいですよ。ただそれがすごくアドバンテージになるかって言われると、実際はねそうでもないんですね。特にね、留学をしてなくて TOEIC の点数で900点とかね満点取ってる人たちもいるわけなんで、それがね、留学で英語の TOEIC900 点満点取れましたって言われても、そこまでね、おーすげえなとはならないわけですね、現実的な話をすると。なので、企業のね面接で留学1年間ねしました、なんで英語を伸びましたっていう話はあんまりね、僕はねおすすめしないです。それはもう留学っていう事実を言えばある程度英語を話せるんだなっていうところと、 ES のところでね TOEIC の点数で900点とかね800点で書いておけば、あ、この子は英語できるんだなってもう一目見ればね分かるんで、そこをねあえてね面接の時のねアピールポイントにするのはもったいないかなと思います。あとはね、僕めちゃくちゃね就活の時に聞いたエピソードとしては、僕は商社という業界に入ったんで、その周りのね就活生たちもある程度ね英語ができていたりとか、もう留学経験とか帰国子女とか結構多かったわけですよ。その人たちも結構ね多様性であったりとか、いろんな価値観に触れて自己成長できましたっていうところをねすっごい言ってましたね。僕ね就活生の立場で結構聞いてたんで、企業のね面接官からするともうめちゃくちゃ聞いてたと思うんですよ。だからその話をしてまたかって思われるのってなんかもったいないじゃないですか。せっかくね自分が経験したことを熱意込めてね言ってるのに、またかって思われたらちょっとね残念だし、なんか悔しいんで、その話、英語とか価値観に触れるとかそういった話ではなくて、できれば独特のね経験をしてすっごい苦しんで、でも自分なりにこういう風に頑張って最終的にはこうなりましたと、そういった一連のねエピソードがあると就活には有利に働くかなと思います。
今回はね対就活っていうところにフォーカスしてお話ししてるんで、留学は不利か有利かっていうところをで判断してるんですけど、人生においてはね留学ってめちゃくちゃプラスしかないんで、そこはね勘違いしないでほしいです。僕はねもう留学大賛成派の人間なんで、だから人生においてはすごいねプラスに働くことが多いです。これは確信して言えます。ただね日本の会社に勤めたいとか日本で就活をするって考えると、やっぱりねそこだけではなくてもうちょっとね違うところを考えながら行動しないといけないですよっていうところをお伝えしたかったです。でこの話は語学学校で語学留学をしようって考えてる人に今ちょっとお話をしてるんですけど、例えばね高校卒業後にカレッジや大学に行って現地でねもう3年から4年留学しますっていう人はまたちょっとね話は別になってきます。これなんでかっていうと、彼らはね英語で専門的な知識を身につけるわけですよ。だから日本の大学で例えば経済学を学んでる人と海外でね英語でね経済学を学んでる人とはちょっとわけが違いますよね。その英語で経済学部の知識を得れてるわけなんで、かつね周りにはね日本人なんていない環境だと思うんで、そこのね苦しみであったりとか大変さっていうのはもう語らなくても分かるっていう段階には入ってると思うんで、ちょっとね語学留学生とはまた別かなと思います。僕はね大学とかを海外で過ごしたわけではないんで、実際にねそれが有利に働くかどうかっていうところは正直ね分からないところではあるんですけど、語学学校のね語学留学ってことに関しては今僕がお話しした通りかなと思います。あとはですね、留学に行くとどうしても日本にいないんで物理的にね就活のね情報っていうのが入りづらくなるんですね。情報としてネットで調べるか、現地でね知り合った日本人同士で就活の情報を共有するかぐらいしかなくて、あらかじめ留学行く前に就活ってこういうもんだよねって知っておくと一番いいかなと思うんですけど、そこは結構ねデメリットになりやすいかなと思います。日本にいる学生さんと比べるとそこの情報弱者になりうる可能性がありますね。ここまではねその留学と就活についてちょっとお話ししてきたんですけど、ここからはね僕の就活の話をしていこうかと思います。僕はねその大学4年生の時に確か2017年の2月から2017年12月末ぐらいまで約10ヶ月ぐらいですね留学してました、アメリカの方に。留学行く前から就活っていうのを意識して ES でね、例えば自己 PR とか格地化とかね志望動機とかそういったところの書き方であったりとかインターンシップとかにも参加してました。でその経験を経て留学ではこういうことをしようっていうのをあらかじめね考えてプラン立てをして留学に挑みました。なのでねその学生時代の留学中は就活でねなんか話せるエピソードってないかなってちょっと頭の片隅に入れながらいろんなことを挑戦してきたわけなんですけれども、実際に現地でどういったことをしてたかっていうところなんですけど、3ヶ月は英語基礎固めっていうところで語学学校でジェネラルイングリッシュを学んでいました。で4ヶ月目からはビジネスコースっていうのがあって、これ結構今思うと特殊だったなと思うんですけど、そのマーケティングを学べるコースがあったんですよ。実際に現地の店に行って市場調査をするわけですね。その価格がどんなものであったりとか、どんな商品が売れているかとか、どんな商品がどういう配列で並べられているのかっていうところを現場に行って分析するわけですよ。最終的に3ヶ月後にプレゼンテーションがあるんですけど、いろんなね国籍で作ったチームがあるんですけど、4人ぐらいですねで一緒にプレゼンをしていくわけなんですけど、そのプレゼンもね対生徒とか先生ではなくて対企業にするわけですよ。めちゃくちゃね緊張してプレッシャーあったんですけど、すっごいいい経験になったなって本当に思ってますね。そのプレゼンテーションの内容としては自分たちがどういった商品を売れるかっていうところをプレゼンするんですけど、もうね対企業なんでそんなねなあなあにできないっていうところで、みんな一生懸命ねプレゼン資料を作っていくわけなんですけど、例えば Facebook を使ってその商品の動画をまずポストして世界中のね人たちがどんな反応をするのかとかをね見たりとか、実際ね商品化するとかそういった現実的なことにはならないんですけど、いろんなね国の人とね一緒に一つのプロジェクトをやるっていうところを初めて経験して、こういうことを考えるんだ彼らはとか、こういうペースでやっていくんだとか、なんか一つのねアイデアに対してもいろんなね意見がねバーって生まれて、それをまとめるのがね必死で、てかもうまとめようとはしないんで本当にね苦しんだ経験になりましたね。それはでもねすごい自分のためになったなと今でも思ってます。でそれが3ヶ月ぐらい経験して、次7ヶ月目ぐらいからはアメリカのねホテルでインターンシップをしました。それはね2ヶ月ぐらいだったと思うんです
ですけど、レセプションに立ってお客さんの対応をしたりとか、あとはオフィスに行ってチェックインチェックアウトの管理とかゲストの管理っていうところをやってましたね。そこもねやっぱり海外で働くっていうのが初めてだったんで、そこのね辛さ大変さっていうところをエピソードとして語ってました。でそういったね10ヶ月ぐらいの経験を経て、毎年ねアメリカのボストンで開かれるボスキャリっていうね、海外では結構でかいイベントがあるんです。就活イベントがあるんですけど、そこに参加しました。それがね11月ぐらいにあって3日間ぐらいですかね。本当にね世界各国の日本人たちがねスーツ着てバーってボストンの街に集まるわけですよ。結構なんだって現地の人からはね言われたりするんですけど、留学行って就活を考えてたら結構必須のイベントかもしれないですね。僕はねそこには実際に参加してことごとく現実を突きつけられた感じですね。これどういうことかっていうと、僕はね今言ってたエピソードを踏まえて ES とかね書いてたわけですよ。事前にアプライして当日ね、こういう企業と面談がありますとか、何個かね面接も進んでは行ったんですけど、そのボスキャリでは結果的に内定は一つも取れませんでした。やっぱね難しかったですね。来てる日本人たちが強烈すぎるというか、やっぱりね強いですね。彼らはね本当にね世界各国の大学から出てきて、そのイベントに参加してるわけですよ。だからもうね隣を見たら、ロンドンのね大学から来ましたとか、アメリカの UC ブランド UCLA とか UCSD とかね、そういった UC ブランドの大学から来てますとか、あとアジア、中国とか台湾とかからも来てますし、もう本当いろんな国から来てます。でそのボスキャリの当日前夜祭っていうのがあるんですよ。一緒に企業さんたちとご飯を食べながらねラフな会話をしていくんですけど、4人ぐらいのグループで話すんですけど、もう本当にロンドンの大学、オランダの大学とか、中国の大学で僕みたいな、僕は何をしてたかというと、語学学校なんでね、彼らのねエピソードを聞いて萎縮しちゃって、うわ勝ち目でと思って、僕はね英語学習で語学留学してるわけじゃないですか。彼らはね英語も身についてますし、かつ専門知識もね身についてるわけですよ。でそこでのね苦しみとか、もう課題がどうとかテストがどうとかで、今も11月なんでセメスターの学期末でテスト勉強に追われてますとか、もうすげえエピソード強えじゃんって思いながら戦ってましたね。で僕がそこで感じたことは、日本のね会社に就職するっていうことを考えても、ライバルっていうのはね日本にいる学生だけじゃないんだなって思いました。本当にライバルは世界中にいて、もう精鋭たちですよね。日本の彼らと戦わないといけないっていうところで、そこからねもう本腰入れて僕は就活に挑んだわけなんですけど、エピソードとかもね ES とかの書き方とかもちょっと工夫して、そのボスキャリっていうのはね僕のその就活の中ですごいいい影響を与えてくれたなと思います。その喝を入れてくれたっていうところですね。いろんな学生さんたちを見て、いやこのままじゃやべえ勝てねえと思って、そこからね日本帰国して必死に就活しました。でも主に言ってたのは、さっきの僕が会話してたそのエピソードと、自己 PR とかは正直留学の話をしてなかったです僕は。ただ学生時代に力を入れたこととかね、そういった志望動機に絡んだエピソードとしての留学の話をしてた感じですね。結果的にねそういう経験をね評価してくれて、商社というねある企業に就職できたわけなんですけれども、留学をしてもやっぱりね就活っていうのは苦しみますし、もしかしたら内定をもらえないってこともあったかもしれないんで、この動画をね見てくれた方たちは、こういうこともありますっていうのを踏まえた上で留学に挑んでいただきたいなと思って今回お話しさせていただきました。皆さんにはねやっぱりね後悔はねしてほしくないんで、留学ってなかなか行けるものではないですし、お金もかかりますし期間もかかりますし、1回の留学に後悔ない経験をしてほしいなと思ってこの話をしました。はい、ここまでね就活と留学掛け合わせてお話ししてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。結構ね現実的にリアルを、お伝えできたんじゃないかなと思います。やっぱりね留学で楽しむだけでは就活のことを考えるとまだまだ甘いんじゃないかっていうところをお伝えできればよかったかなと思います。最後にねもう一回言っておくと、人生においてはかなり留学ってプラスになるんで、就活とか考えてないですよっていう方はもう全然気にしなくて大丈夫だと思います。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。